どうも、作曲家の鳥虎です。実は来週、2026年の2月14日、バレンタインデーに名古屋でピアノコンサートをやります。僕が参加している名古屋作曲の会という団体なんですけども、で、今回のコンサートちょっと変わってまして、YouTube チャンネルの RMC チャンネルさんに協力いただいて、とても珍しいね、日本の作曲家のピアノ曲っていうのを紹介するコンサートになってます。で、RMC チャンネルって何ぞやというふうに思いますよね。覗いてみますと、なんか全然知らない作曲家のピアノ曲がいっぱい置いてあるわけですよね。完全に謎のマニア向けチャンネルなんですけども、実はこのチャンネルね、なんと、僕の作曲の師匠が運営しているチャンネルになってます。というわけで、今回はね、コンサートの宣伝も兼ねつつ、RMC チャンネルの中の人、僕の師匠である榊山大輔先生に出てきてもらって対談をしようと思います。題して、音大ピアノ科の 99% が日本の作曲家をろくに知らないというちょっと刺激的なタイトルになってますけども、僕がいつも思っている、そして今回のコンサートのテーマにもなっている問題意識っていうものを今回の動画の中では対談形式で話していこうと思います。はい、というわけでね、今回はゲストということで僕の音楽の師匠である榊山大輔先生にね、来てもらってます。どうも、作曲の榊山です。実は RMC チャンネルの中の人間をやっておりました。はい。見てる方々は、ほとんど気にしないと思うんですけど、実は結構榊山先生にいろんな面白い話を教えてもらって動画に反映してるみたいなこともあるんで、影のアドバイザーとも言えるかもしれません。でもそんな榊山先生も YouTube のチャンネルをやってられてて、それが今回、話題にさせてもらう RMC チャンネルっていうね、このね、ぶっきらぼうな名前のチャンネルでいいですよね。何やってるチャンネルか全然わかんないっていう。まずね、RMC ってなんだっていう単純なとこからいきますと。いや、そうですよね。レアミュージックコレクションですね。それだけです。もう、色気もない実直な名前ですね。で、基本的にはピアノ曲出身としてね、知られざる日本人の作品、あるいは噂には聞くけど、演奏機会が非常に少ない作品を自分の打ち込みの技術を使って広く皆さんにご紹介をするという、文化貢献的なチャンネルとして解説をしました。もう今の段階で230本動画が上がってるらしいですけども、結構な数ですよね。僕のチャンネルと結構並んでるぐらいの動画数で。それだけネタがあったっていうことを皆さんどうお考えになるかっていう、いや、そうですよ。ことですね。今日の話題はそこなんで、そもそもね、レアミュージックコレクションということは、レアミュージック、珍しい希少な音楽というわけですけど、RMC チャンネルでは、日本人のね、ほとんど聞かれることもない、演奏されたことも日本ではないとか、そういうレベルの作品をいっぱい取り扱ってるわけですね。立ち上げの経緯は、本当はね、生演奏でやる予定だったんですよ。で、某ピアニストの方にはかなり有名な機関に企画を持ち込んだんですけど、日本人の珍しい作品がいっぱい埋もれてるぞと。で、いっぱいあるから、紹介するから演奏してはどうだみたいな。そうです、そうです。なんだけど、なかなかちょっと人権費的な部分とか著作権的な部分で難しいところもあるということで、話が物別れに終わってしまったので、それだったらせっかく企画立てたから、打ち込みでも実装すればいいのかなということでひっそり始めたというところなんですけどね。意外とその界隈の方には認知をしていただいて、少ない登録者なんですけど、これ非常に濃い登録者の中身。いや、本当ですよね。そもそも230曲も探してくるだけでもすごい労力だと思いますし、それで別に、ね、チャンネル登録者が今500人弱で、収益化とかはもうそもそも考えてらっしゃらないじゃないですか。そうですね。そもそも収益化できるコンテンツではないでしょうしね。すっげえマニアックな硬派な曲をただね、音にして、なんか謎の大昔の白黒写真の作曲家の顔写真とかね、写されてるっていうだけの動画。場合によってはですね、楽譜より写真探す方が大変です。ああ、なるほど。写真が発見されたっていうのが、うちのチャンネルが初めてっていう例も結構あるんですよ。そもそもですよ、今回の動画のタイトルにもありますけど、珍しいピアノの曲、日本人のピアノの曲って聞いたときに、ピンとこない人の方が多分大多数だと思うんですよね。そもそもですよ、ピアノを弾くときってみんなヨーロッパの曲しか演奏してなさすぎなわけですよ。そうですね。ショパンですよね、大人気の。で、ちょっと上手くなるとリストを弾きますし、あとは何でしょうね、なんかシューマンとか。いっぱいいますけど、基本ヨーロッパの人たちがね、なんかピアノの詩人だとか、ピアノの貴公子だとか、ピアノの魔術師とか知らないですけど、そういう名前を欲しいままにしていると。ここ結構個人的に問題だなと思ってて、日本の音楽大学出て、
ピアノ科に行ってですよ。でもピアノの先生とかにもやがてはなるような人たちが、じゃあ好きな作曲家、知ってる作曲家あげてくださいって言われた時に、いや、僕はショパンが好きだと。日本人の方は日本人の作曲家ってどうですって聞くと、ってこう、言いよどむ。ほとんどの教室でね、まずピアノ学ばれる方、出てくる名前を挙げてみると、バイエルですよね、まず。バイエルってあれ、教則法の名前じゃないんですね。作曲家の名前です。ちゃんとバイエルという人がいたんですよね。それから、ブルグミューラーですか。それから、セルニー。ちょうど今手元にあるわけですけど。たくさんいるんですよ。他にも。例えば、やったことある人いると思いますけど、トンプソンとかですね。知らない。あと、バスティンっていうメソード。これそれぞれ作曲家なんです。ところが、メソードを書いてる人、ほとんど外国人。で、ここから入っていきますと、当然クラシックっていうのはここは否定しようがないんですけどね、ヨーロッパの文化、順調にご上達なさって、演奏家になられたりとか、音大に入っていくと、余計当然ヨーロッパ中心主義。触れようがないっていう日本のシステムがあるわけですね。演奏者や、あるいは日本の作曲家になろうとしている人もなかなか自分の師匠以外に日本の作曲家に触れないなんてこともざらにあるわけです。で、その中で育ってしまうと、これすごい矛盾なんですね。自分が日本の作曲家、日本人の作曲家になったのに、その中に置かれた場合、自分の作品が演奏されるってことがあんまりない文化の中に作品を書き続けるってことなんですね。確かに。作曲家の場合はそうなりますよね。で、演奏家は、じゃあ日本人の作曲家って誰が知ってますかっていうふうに言ったときに、もしかしたらね、山田耕作とか、滝蓮太郎っていう名前は、その辺はね、出てきますね。習いますからね、義務教育でもね。じゃあそれ以外は、こっからですね。そうですよね。もうほとんど出てこないんじゃないかなと。僕はいつもやっぱり思うのが、僕自身は音大も出てないし、ピアノも全然弾けない、今練習中ぐらいの感じなわけですけども、そういう人間だからこそ、グランドピアノが置いてあるようなお家で育って、音楽学校とかに進んだような人たちを見てるときに、割とフラットな、庶民的な目線で見れてるかなって、我ながら思うわけですよ。で、そういうふうに見たときに、なんかみんなヨーロッパかぶれすぎないかっていう、率直に言っちゃうと。もう塩ビ服着込んで、ドレスを着込んで、大昔のね、作品を弾くわけですよ。しかも大昔のですよ。最近のヨーロッパの作曲家の人たちとか、多分名前聞いても、誰々が好きでとかって言える人はそんなにいなくて、やっぱり何百年も前の人たちの曲を未だに弾いていると。なんか大昔のヨーロッパの曲のことを批判するつもりは僕はないんですよ。全然ショパンの曲とかも僕のチャンネルで分析してますし、全然弾く価値とかはあると思うんですけど、みんなが弾きすぎですよね。みんなすぎませんか？その辺のコンサートホールとかでやってるようなピアノコンサートとか、オーケストラもそうですけど、オーケストラコンサートとか見てみても曲目が毎回同じすぎて、これ逆に外国の有名な指揮者にこのオーケストラ、日本のオーケストラのプログラム批判されたことがあるぐらいですね。10曲ほどのレパートリーを持って順繰りに繰り返しては成り立つというものではないっていう批判を逆にされちゃったと。これはオーケストラでもそうなんですけど、これオーケストラの世界だとまだちょっとマシで、近年ですね、片山先生という、もともと国際政治学者ですけど、非常にクラシックに明るい先生ですね。この方の活躍がありまして、伊福部先生の評価が上がったんですね。伊福部明ゴジラの。一般的にはゴジラのっていう枕言葉で知られてますけども。そうです。で、伊福部先生は、実は短い期間ではあったんですけれども、全く在野から突然、芸大の前身であるとこの東京音楽学校の先生に取り立てられて、一生懸命後進の指導に当たられた。その古弟子の方々、前泉敏郎先生とかね、芥川康。名だたる作曲家って感じですね。そうです。で、この人たちの評価も一気に上がったわけですね。なので、受けるプログラムになってくれたっていうことがあったので、これは好んで取り上げられるようになりました。なので、こちらの界隈のファンの方は、当然、日本人作曲家伊福部先生に決まってるだろうというぐらいの意見を持ってる方は、多いと思うんです。じゃあ、翻ってみて、それ以外はっていうまた話になるんですね。作曲家ってそんな少なくないわけでして、再評価が進んでない人っていうのは同じように山のようにいるわけですね。さっきから割と日本人作曲家の名前は上がってはいるじゃないですか、この動画の中でね。で、多少音楽を知ってる人たちだったら、それは今、ここまでで上がった日本人作曲家の名前ってのは割とみんな知ってると思うんですけど、いや、それみんな日本人作曲家の知ってるじゃんと。トイザラは何を言ってるんだと。もし動画の前の人が思ってるんだとしたら、RMC チャンネルをちょっと一回見に行ってみてほしいんですね。見たこともない名前の作曲家が大量にいるんで、こんなに日本に作曲家っていたんだと思わされることを受け合いですよ。ちなみに日本の音楽の最初の始まり
西洋化の始まりっていうのは、その、江戸が終わった頃ですよね。そうですよね明治初期に。たくさん教育用に歌を使おうということで、それまで雅楽麗人といって、日本の伝統音楽を宮中でやる家系の方々ですね。こういった人たちに音楽の素養があるんだから西洋音楽を学びなさいという命令をして、もともと雅楽やってた人たちが西洋音楽を学びに行くことになったんですね。そうです、そうです。それでたくさんの童謡を作るっていう運動を始めました。で、こういう話をすると、へーって皆さん思いますよね。でも、思いますね。ショパンはポーランド人で、祖国のね、戦乱に巻き込まれかけた時に仲間たちが、君の損失はね、大きな国の損失になるからといって反対するショパンをフランスに逃がして、でショパンはついに望郷の念に駆られながらも病弱な体を押しながら素晴らしいピアノ曲を書き続けたというと、なら知ってる当たり前じゃないかと、こうおっしゃるんじゃないですかね。なるほど。ここに差があるのは本来おかしいですね。これは教育の問題だと思いますけれども、フェアじゃなきゃいけないはずです。ショパンと同じように日本の知識を持っていなければいけないと思うんですね。以降、すごい気になってることっていうか、もしかしたらね、動画見てる人も別に日本人だからといって日本人の曲をとりわけ演奏する必要ないんじゃないのとか思う人もいるかもしれないんですけど、クラシック音楽ってそもそもナショナリズム的なものなんですよね。ちょうど以前僕がアップした音楽史をまとめる動画で話してる内容ではあるんですけど、イタリアだったりフランスだったりドイツだったり、いろんなヨーロッパの国々でそれぞれがなんか、いや、俺の国の音楽こそが最高なんだと。イタリアなんかには負けねえぞとかフランスなんかには負けねえぞみたいなことをみんながこうね、自国民としてのアイデンティティみたいなものを背負いながらいろいろと作っていった歴史があるわけじゃないですか。クラシック音楽ってのはそういう歴史を持ったものだっていう前提で考えたときに、日本人が日本のクラシック音楽に対してあまりにもその情熱がなさすぎて、なんか年末になるとみんなでね、第九を合唱して、いやー気持ちいいねみたいなそういう楽しみ方を無批判にしてるのが、なんかちょっと違うんじゃないかなっていう。全くそうなんですね。別にそれ自体を否定はしないんですが、自国の音楽に対してフェアな観点を持つところまでは引き上がっていってほしいとは思う。なんか、クラシック音楽が好きだっていうんだったら、クラシック音楽のその思想的な部分というか価値観みたいなものもちゃんと自覚して、ヨーロッパ音楽も好きだけど、やっぱ日本にもやっぱり忘れされた音楽ってのあるんだよな、と。そういうことを知っていてぐらいは欲しいですよね。伊福部明なんて、まさにわかりやすいと思うんですけど、そもそも音大出てないわけじゃないですか。クラシック音楽に被れた文化圏の人ではないじゃないですか。なぜか突然北海道からやってきた野良の音楽家。そういう意味では、伊福部明好きなんだっていう人たちはもう言ってみればクラシックオタクではないと思うんですよね。なんとなくクラシックってくくられてはいるものの、クラシック音楽的な土壌ではその全然いないじゃないですか。なんか何が言いたいかっていうと、その日本でクラシック音楽の話をするときって、どうしても二つの系統に分かれちゃうなと思うんですよ。それこそ、さっき話したような、滝蓮太郎だとか、山田耕作だとかみたいな、ちゃんと西洋の音楽を、日本に持ってきて、西洋音楽として育てていったやつだと、全然そうじゃない、よくわかんない野原から突然、なんか日本民謡を引っ提げて現れた謎の作曲家といるわけですよ。で、どっちもクラシック音楽ってくくられちゃうけど、全然違いますよね、意味合いが。全然違います。で、その2系統で正しく進化すれば、もうちょっと状況は良かったんだと思うんですけど、途中にね、多分こちらのチャンネルでも触れたことがあると思いますけど、中山新平という人が新民謡運動というのを起こした。僕のチャンネルでは全然再生されてない動画で、てるてる坊主を分析しつつ、日本のね、新民謡運動という文化運動のことを説明した、結構お気に入りの動画、そこで触れてますよ。あれがね、極悪手だったわけですよ。つまり、日本のものか西洋のものかよくわかんないものを作っちゃったことになるわけですね。いや、そもそもその中山新平がどうのとかっていう動き、もう知らない人がほとんどだと思うんですよ。日本のクラシック音楽がもう大きく分岐した歴史的な転換点がそこにあったわけで、新民謡運動という運動として。なんかその辺とかに関しても、純粋無垢に知らないっていう人は多いですよね。あとは、例えばね、皆さん、ご出身の学校がそれぞれ終わりになると思うんですね。ご自身の学校の校歌というものに触れる機会があるはずなんですけど、それ作曲した人の名前覚えてます？学校の校歌作ってる人たちって、割といろんな活躍をしてる、ちゃんとした作曲が多かったりしますもんね。これ触れていいのか知らないですけれども、豊虎君のところは、下総寛一。そうです、そうです。高校の校歌を作曲したのが下総寛一だったんですよね。
まあ、おそらく日本一効果を作曲したと言われている作曲家ですけれども、東京音楽学校から芸大へという時代の大重鎮の先生でしたから、当然器楽曲もたくさん書かれています。当チャンネルでも取り扱ってます。結構モダンなんですよね。別に日本人の作曲家じゃなかったとしても別にクラシック音楽にくくられる音楽ってのはそもそももう星の数ほどあるわけじゃないですか。その中から方々のコンサートに行っても聴く曲が被るっていうのは残念というかつまんないというか、どうせだったら知らない曲聴いてみたくないって思うんですよね。ピアノのコンサートとかだったらもっと気軽に取り上げられるわけです。いや、本当そうですよね。まあ、実際ね、今回の名古屋作曲の会のコンサートは、まあ、参加しやすいイベントとなってますので、そうですね、こういう音楽もあるのかと、興味の足しになるのは絶対間違いないと思いますし、まあ、実際ね、今回演奏していただいているピアニストの方々も、初めて当然触れる作品。そうですよね。僕はとりわけピアノ演奏してる人にまあやっぱり言いたいですよね。音大ピアノ科出てる、あるいは今音大ピアノ科に通ってる人たちに、力説ですよ。力説したいんですけど、コンサート やるぞみたいなことを考えるわけじゃないですか。で、よし、じゃあ何の曲演奏しようかなと。ねえ、ピアノといえばやっぱりリストでもかっこよく弾いてちょっと見せつけちゃうか、みたいな風にこう短絡的に考えないでほしいなってすごい思うんですよ。もうそんなもん、あなたよりもうまくリストを弾く人はこの世にもういくらでもいるわけですよ。ご自身のね、演奏家の方はこう考えるといいと僕は思ってるんですけども、その好きな作曲家がある、あるいは演奏したい曲がある。それはいいんですよ。自分が演奏行為をしてコンサートをするってことは、ある意味ちょっとした商品になるっていう意味合いがありますから、他者との差別化がないと厳しいわけですよね。いや、そうですよ。ちょっと YouTuber としてもそれ刺さるんですけど、他の人がまだやってないことは何だろうっていうことをずっと考えて、まあこのチャンネルも出来上がったし、作曲家としての僕も活動してるわけですけど、そういう意識をやっぱ音大に行っている人たちとか、ピアノの先生になる人たちとかにはやっぱ考えてほしいなと思いますよね。リストが好きだからといってリストの曲を演奏しました。終わりっていうのは、それは演奏がいくら上手かったとしても、曲目を考えるっていう部分においてのクリエイティビティってゼロなわけじゃないですかね。で、そこでなんかもし、自分はリストが好きなんだけど、せっかくだからリストに影響を受けた作曲家の人たちでとか、リストの周りの人たちでとか、なんかリストを日本でいち早く取り入れた作曲家の作品とかで、リストらしい曲調の持ってるものを紹介して、あ、こんな曲あるんだって思わせてやろうみたいな。これは、ピアノの演奏テクニックとは別のクリエイティビティだと思うんですよね。ヨーロッパの作曲家に大いに興味があるんだったら、それを日本に持ってきた人たちのことを研究して、それに影響を受けた作風の人たちのことを研究して、レパートリーを増やしたらすごい有意義じゃないですか。いや、この、今のセンテンスの話をしていくとですね、完全西洋派の人からこういう批判が出るんですね。クラシック音楽っていうのはヨーロッパの文脈なのであって、そのヨーロッパの作曲家のものを演奏するのがクラシック音楽という行為ところがね、僕はここにね、厳然たる反論があるんですね。眠ってる曲って日本だけなわけないじゃないですか。じゃあヨーロッパで有名な作曲家の陰にどれだけ優秀で売れなかった人いっぱいいるんですかね。いや、本当そうですよね。だってバッハって名前の人だけで一体何十人いるって話ですよ、まず。政治的理由があって抹殺されたことがある国、例えばドイツですね。これヒトラーの台頭時代には財配音楽と言われて弾圧を受けた音楽がたくさんあります。そしてもう一個は有名なのはスターリンが台頭した時代ですね。この時代もジダーノフ批判なんて有名なのがあって、ちょっと前衛的な動きをしている人間を全部弾圧することになったと。こういうような経緯があったんですけど、こういう弾圧のあった国、その時代に失われた音楽ってのは山のようになります。結局のところ別に日本に限ったことじゃなくて、作曲家ってもうバカ多いんですよ。当たり前のことではあるんですけど、だって冷静に考えてみてほしいんですけど、何百年もの歴史があって、まあ、1000年以上とかの歴史があって、で、世界中に音楽が存在してるわけだから、それはねって感じですよ。なんで逆になんでこんなに普段から見かける作曲家の名前が同じなのかっていう。しかも、個人的にやっぱり不思議だなと思うのが、別に必ずしも優れた曲じゃないから取り上げられてないわけじゃないんですよね。まあ、それこそ RMC チャンネルの曲を聴いてみてもらえればわかる通りですけど、はい、演奏機会が多い曲に引けを取らない完成度の聞き応えがあるような曲も多くて、純粋に完成度で選ばれてるんだみたいなことを信じるには無理があるかなっていう。たまにやっぱクラウダーの中にはいるわけですよ。いや、やっぱりベートーベンの曲っていうのは非常に優れた曲だからこそこの何百年の時をくぐり抜けてもまだ弾かれるんだみたいな。それ本気で言ってる人たちのその純粋無垢さは全然否定することはできないんですけど、そうじゃないんですよ。そんなに理想的なものじゃないことは、音楽を研究してて、いざ自分で作ってて勉強したりとかしてればわかるんですよ。マイナーな曲を知る
入り口になるものがね、難しいっていう背景もあるんですよ。どこから入ったらいいか分かんない、そう言われてもっていう人はたくさんだと思うんですけど、まあ、例えばおすすめなのはね、各国の国家の作曲家、国家を作った作曲家を調べてみるのから始めたりとか、ああ、なるほどね。ということで、どんどん入っていきます。そういうところを入り口に、あるいはさっきも言ったような自分の出身の学校の校歌の作曲家を調べてみるっていうとこから、じゃあその人のお師匠さんって誰だったんだろう、この人どこで勉強したんだろうってやっていったら、もう一気に聴くべき曲って増えちゃいます。そうですよね。まあ、取っかかりは簡単なものでも結構、どんどん分岐していくじゃないですか。この人の師匠はこの人の弟子はってやっていくと。半日インターネットを探るだけでももう、ピアノ曲のレパートリーなんていくらでも増えるでしょうね。そうです。あとはね、楽譜の入手の難しさとか、そういうのに立ち当たってゲストリするっていうことは、避けられないかもしれませんけど、実は簡単に手に入る曲もあります。例えば今回のコンサートの中で言えばですね、多分皆さんご存じない黒上義光さんという作曲家が書かれたピアノのための商品、野菊という曲を取り上げるんですが、これは全音さんのピアノピースっていうシリーズありますよね。1曲だけで出てる。あそこから発売されてますから、普通に買えますよ。というようにね、そんな難しくないのもある一方、絶対手に入らないだろうなっていうのも今回あります。例えば、萩原利次ですか。オマージュ・ア・クロード・ビシーという曲をやりますけれども、これはもう昔に出た雑誌の付録に収載されていた曲で。雑誌の付録か、一番きつそう。ドビュッシーという作曲家の日本における重要の最初期というふうに一部の研究家では見なされている作品なんですけども、これをほぼ初演ぐらいになるんだろうと思いますよ。取り上げてみる。で、これは僕は運よく古書店で発見できたので、運がいいですね。手元にあったんですけども。まあその辺になってくるとね、もはやマニアに任せとけっていう領域にはなってきますけど。そうです。全然。なんですけど、簡単に手に入るものもね、たくさんありますからね。で、やっぱし別に簡単に手に入るからといって価値が低いというわけではないというのはもう、全然そういうことはない。紹介した通りというか。一応音楽が芸術だってことになってるじゃないですか、どうやら。なってますね。どうやらそうらしいじゃないですか。僕は知らないですけどね。僕は知らないですけど、音楽って芸術らしいじゃないですか。であればやっぱり新しいものを模索して、知らない部分にこう進んでいって、いろんなものを探したり、こうこねくり回したり、冒険する冒険心ですよね。好奇心。そういうものはやっぱりないと芸術とは言えないんじゃないかなって思いますよね。もう。全くその通りですね。で、ちょっとこの辺で話を次に進めてみましょうか。ここまでで先生のね、RMC チャンネルの活動についてはいろいろと話してきたわけですけど、先生みたいなことをやってる人ってのは意外といるっていう話。しかも個人で、研究機関でやってるとかっていう人はあんまりいなくて、もちろんやってる研究機関とか別にあるんだろうけど、研究機関とかが取りこぼしたようなもうごくマイナーなこの文化的なこぼれ落ちた宝石のかけらですよ。砂金みたいなものですよ。それを集めてる人たちがいると。めちゃめちゃ僕もそういったね、YouTube チャンネルさんいっぱいありますけど、例えば、現代においてシンフォニー書き続けられていまして、そういう作品だけをひたすら紹介し続けてるチャンネルさんとかあります。で、僕はそこで最近、そのベラルーシの作曲家、クズネツォフという人を知りましたし。知らない作曲家の名前聞くと架空の人物みたいで面白いんですけど、これって失礼ですよね、絶対。いるんで、実在する人なんで。本当に勉強になります。そのおかげで、その作曲家について、ちゃんと楽譜も読んで研究もできて、役に立っていくでしょうし。こんなチャンネル、本当たくさんありますからね。有名なところでは現代音楽専門のチャンネルをやられているグリーンブラッドさんという方のチャンネルもありますし、あとスコアフォロワー。で、あと、以前僕のチャンネルでコラボさせてもらった音楽史ノートを書かれてるジュンさん。あの方も個人でノートで無料でその音楽史の話とかをね、記事に書いてるわけですけど。僕が参考にしたというか憧れたチャンネルの一つは、フィレキシアモフさんという方のチャンネルがあります。世界各国のかなり全然知らないピアノ曲の楽譜付き動画を中心にもう無数に上げて、いきなり活動を中止して、で突然また上げ出して、また活動中止するっていう動きを繰り返してるんですけど。個人研究そのものですね、もう。人気の動画ってとこ見ると12万再生されてるのありますけど、セルゲイ・リャプノフっていう作曲家のバルカローレ。一個、思うこととして、その動画が10数万回再生されてるわけじゃないですか。マイナーな曲やったら演奏しても誰も聴きたがらないって思ってる人多いと思うんですよ。ピアノ演奏してる人で。
うん。そんなことないんですよね。これ結構経験則というか実感があるわけですけど、今回の RMC コンサートでやるピアノ曲、はいはい。聴きに来るために他県から人来ますからね。聞かねないですからね。だって聞けないんですもん、そこじゃないと。しかも今回逃したら、もう無理だろうっていう曲いくつも入ってますから。そうじゃないですか。で、まあそうかもしんないけど、そんな曲聴きたがってる人なんて一人とか二人しかいないんじゃないのっていうふうにも思われがちなんですけど、なんかみんな思ってるよりもこの世って人多いんですよね。そうです、そうです。1.66 万人の人が、そうそうこのフィレキシアモフさんのセレクトを楽しみにしてるわけですよね。だからやっぱり、意外とそんなことないんだよっていう、その発信の仕方はもちろん工夫とか必要かもしれないけど、新規顧客が来る。そういう人たちと熱く音楽を語り合って見てほしいなっていう気持ちが僕の中にはやっぱありますよね。まあ言ってみればこういう音楽の活動ってのは教科書には載ることがないわけですよね。載ってほしいとも思わないですよ。教科書に載らないことによって、まあ、ある種価値もあるというか、教科書には確かにショパンやバッハやベートーベンが載ってれば全然いいと僕は思ってて、まあ、ただ一方で、教科書に載らない音楽史をこう語り継いでくれる人たちが、まあ、報われるといいなっていう、まあ、興味もぜひ皆さんに持ってほしいですしね。でも、もう何度でも言いますけど、特にやっぱり音大に行ってるピアノ科でピアノ弾いてる人たちとかっていうのはもう本当に興味持ってほしいです。そういう人たちが興味持たなかったら終わりですからね。まあ、で、作曲家っていう生き物は、まあ、ごく珍しい例外を除いては、自作が演奏されることを嫌がる人って作曲家にならないと思うんですね。そうですね。みんな嬉しいですよ。だからもう、曲作った人も嬉しいし、演奏する人も珍しい曲を紹介できて嬉しいし、聴く人も楽しいし、それが醍醐味です。じゃあまあちょっとこの辺でまあ縁も竹縄といった感じで、改めてコンサートの告知先生の方からはしていただきましょうかね。まあ今回、結構変わったコンサート、まあその曲目が変わってるっていうのは当然ですけど、まあ演奏する場所もね、うまいベルギービールバーの上の階の謎のホールっていう。そうですよね。ここまで言っといて、ゲスト出演もしてなんなんですけど、ちょっと場所が離れてるのと、今回小規模コンサートなんで、私はいません。そうですね。坂木山先生はちょっと行けない。まあ、僕は、今回のコンサート、名古屋、ちゃんと足運びます。はい、で、しかもそのコンサートの後の座談会でもね、ちゃんと、うまいビールを飲みながら皆さんと話しますんで、まあ、それも楽しみにって感じではありつつ、やっぱ曲目ですよね。曲目については先生から一押しのポイントとかあったら聞きたいですね。はいはい、まずは、細川みどりという作曲家の作品を演奏します。この方も東京音楽学校で教えておられた先生でして、若くして亡くなられてしまいましたけど、どうやら出自は皇族の血が入っておられる。皇族、へー。で、この人はね、大変ドイツロマンの本式のオーケストラを得意にしたっていう話は残ってるんですが、ちょっと不幸な目に遭いまして、戦争が終わりましてね、東京音楽学校も戦争責任というものを問われる時代がありました。この時にね、失脚をされるんですね。で、失意のうちにですね、お弟子さんに全作品の楽譜を託したんだそうですけど、このお弟子さんが行方不明になるんです。で、ほぼ全ての作品が楽譜が消失してしまった。音源も残ってないっていう状況なんですね。なんか、そのあらすじを聞くだけで大河ドラマかと思うような壮大さですよね。じゃあなんで今回曲あるんだと。これ生前にね、偶然出版されてた唯一のピアノ曲なんです。あ、唯一なんですか。へー。唯一なんです。器楽曲で残ってるこの細川みどりの楽譜はこの曲が今のところ唯一と言われてます。おそらく繊細で燃えているんだと思います。お弟子さんごとだと思うんですけどね。なのでこの曲のためだけに来ていただくのでもかなり価値があると思いますし、もう一つは成田為蔵という作曲家ですね。有名な歌が浜辺の歌でしたっけね。ありますが、小さな曲は知られてると思いますけど、この人は実は大変に優秀な作曲家でして、理論に明るく、非常にモダニズムを追求した側面があって、まあ残ってる楽譜の中でも最もモダンな曲では無調に挑んでるんですね。で、今回演奏するのはフーガとロンドという2曲取り上げますが、実はこれ新発見です。新発見。新発見。成田為蔵という人も病弱でして若く亡くなってしまいました。多くの楽譜が失われてしまった作曲家の一人です。まあ偶然辛くも残った先ほど言ったようなね、無調に挑んだ作品とか辛くも残ってたんですけど、辛くも残ったピアノ曲に関しては実は別のピアニストの方が全集という形で CD をお出しになられています。やっぱいるんですね、そういう人が。全集が出てんだから曲はもう残ってないじゃんってことになるんですけど、今回私が発見しました。
2曲のピアノ曲、2秀才の曲です。で、見過ごされた理由も明らかです。実は今回紹介されるこの2曲は、主婦の方向けに出されてたと思われる女性という雑誌があったんですね。はい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 。でこれいろんな教養のために出されている節がありまして、文学であったりとか詩歌、それからまあ論評とかと一緒にピアノ曲の楽譜がこう付録で載ってるんですね。そこをずっと山田耕作が連載を担当してました。へで、ある時から成田為蔵に交代するんですね。その時期に載せられた曲が3曲ほどありまして、この3曲が女性詩に対するこう付録だったために、おそらく先行研究では発見に至らなかったんだと思います。雑誌のおまけだったわけですね。そうそう。で、原著を手に入れることに成功しました。原著を手に入れたんですか？すごい。いうことで、楽譜見たらボロッボロなんですよ。しかも間違いだらけ。なので、自分で肯定して、今回楽譜を作りました。楽譜が間違いだらけなんですか？そんなんでいいのか？そうです。さすが付録なんで。どう考えても個人でやる仕事じゃなくて、ちょっと笑っちゃいました。まあ、そこまでやんないとね、こういうものって形にならないので、実は結構並々ならぬ努力でね、たどり着いたという企画でもあるので。チケット代が安すぎるんじゃないかと突然思えてきました。まあ、あんまりお高くしちゃうと、それこそ聞いていただけなくなっちゃって、元も子もないですから、勉強させていただいたと。こういうことになるのかなと思ってますけどね。まあ、その他には、最近書かれた曲も混ざってますし、で、締めはちょっと、ポップしか聴かないよっていう方にも楽しんでいただけるように、こう、ビートルズの曲のアレンジ曲。これを曲を楽しみに来ていただいてもいいぐらい。いや、もうなんか、聞きどころが多いですよね。てかまあ、聞きどころだけしかないわけですけど、だってね、そうなんですよね。全部ね、レア曲なわけですから。じゃあまあそんな感じですかね。ちょっと、たくさん話してしまいましたけども、今回は、まあ、ゲストとして、坂垣山先生呼ばせていただきました。はい、どうも。お世話になりました。ありがとうございました。皆さん、来場お待ちしております。失礼します。それではこの辺までで今回の動画は終わりということにさせていただきましょう。面白いと思っていただけたチャンネル登録、高評価、それから RMC チャンネルの方もね、ぜひ、見に行ってチャンネル登録していただければと思います。では、ありがとうございました。よろしくお願いします。